こんにちは、春日部つむぎです。今回はワンピース最新話1129話に対する皆さんの反応を見ていきます。皆さんの感想もコメントで教えてね。新技判明。ちょっとギアフォース前々回は誤色じゃなくて部分的ギアフォースだったのか。やっぱりこれ訂正なかったから誤色じゃなかったんだ。それにしてもギアフォースもギアフィフスも体力消費が激しいからこういう省エネモード編み出せたのは良かったね。太陽神女の子説終了のお知らせ。黒ひげじゃないけど黒ひげっぽいやつ来たな。あんたそんなオタク気質だったのか。扉絵ではもうちょいクール系に見えたのに。女の子巨人ならまだいいかと思ったけどこいつに着替えさせられたナミさんかわいそうだな。最初は新鮮でおもろかったけど、もうお前いいよ黙れよの気持ちが勝ってきた。こいつ一応は味方なのマジ。ドクロ爆発草って爆発草なの？爆発そうじゃなくて。ナミタソ、設計図すぐ覚えるなんてさすが、押せる。いや共感性的にはだいぶきっつい話だった。バルトロメオみたいなタイプか。あくまで拙者とか微妙に昔の言葉使ってるタイプなら微笑ましいわ。最近の言葉まで入ってるから流行に追いつこうとしてる感じがなんかきついな。デフフって笑い方オタクのデュフフって感じで難解やだな。なんかすごく見慣れた感じの人やら言葉やらが画面の中に。太陽神知ってるやつで笑った。確かにどんなキャラかは知らなかったけど随分と濃いな。やっぱルフィのこういうところ好きだわ。一人称拙者なのなんで侍っぽくしてるんだろうと思ったけど笑い方がデフフで、これ侍じゃなくてオタクキャラだわって分かった。現代語っていうか現実語みたいなのが出てるんですけど。デフフフは古のオタクなのよ。オタクだと思ってたら本当にオタクで草生えた。タソ呼びはかなり煮詰まってませんかね。オセルとか神回とか若いな。太陽神とオダッチマタソは古いけども。部分的なギアフォース。むしろなんで今までやらなかったのか。できなかったんでない。大技より出力調整してコントロールする方が難しいってやつ。セカンドの構え簡略も2年かかったし、内部でのコントロール難しいとかありそう。フォースもセカンドみたいに使いこなしてきてていいね。正直もうあまり作中で見る機会ないと思ってたから使ってくれるのは嬉しい。ギアフィフスに覚醒したからなのか、それとも強くなった結果なのか。ガチオタ感やべえな。どっちかというとやべえオタク気質かもしれん。ナミタソ、草というかこんだけサイズ差あってもちゃんと女の子として認識するんだな。我らが漫画にいてキャラと絡んでて恥ずかしかったぞ。デフフで笑ってしまった。オタクキャラか。書き文字のデフフフ。笑いシュールで好き。まあオダッチは妹萌えを独自に描こうとしたし、これもオダッチ流のオタクを描こうとしてるんじゃね。オダッチは案外ネットを見てる。目をそらしながら。こんな巨人いたっけって思ってたらいたわ。そういえばこいつだけキャラ分かってなかったなって。ハイルデンドレスローザで教頭からの古文杯スタンセンシャボンディ諸島で奴隷にされかけてたのを実質助けられるヒルダ、ビッグマムの回想で幼い頃が登場ゴールドバーグ、ベガパンクの回想でハイルデンたちとオハラの書物のサルベージに参加。ヒルダじゃなくてゲルズだった。すまん。一応キャラというか年齢だけははっきりしてるんだよな。リンリンがまだエルバフにいた頃にロキ王子と同じ年に生まれたという言及はあるから、だから巨兵の中では一番若手ではある。表紙連載に出てた人。箱庭の住民たちは洗脳とか気づいてないんじゃなく太陽神に付き合わされてたんだね。こいつ語でドリーグロギーにボッコボコにされない。大丈夫。マーオンをあだで返してるようなもんだからおそらく。ドリブロよりも先にハイルデンとスタンセンに殴られそう。人食う巨大生物と
人間を同じ檻に入れて飼うな。小原の本、引き上げた中にいたっけ？ハイルディン、ゲルズ、ゴールドバーグはいたけど、ロードはいなかったはず。国民も逃げ出したかったって描写あったね。オタ巨人、味方になったらかっこよく見えるタイプなんだろうなって思う。ロード、クールキャラの2番手かと思いきやまさかのオタクキャラなのか。読者の共感性羞恥心は大丈夫だろうか。なんか太陽神に親近感湧いてきましたぞ。ゲフフフ。ちなみにこいつだけ声優が未だついてない。日本に生まれてよかった。海外で生まれてたら太陽神のセリフのニュアンス全然理解できなかった。そういえばそうだな。あっちだとどう翻訳されるんだろう。海外のオタクアカウント見てると、あっちはあっちでオタクっぽい言い回しみたいなものが多分ある。エッグヘッドからナミとゼウスのコンビがだいぶ好きになったから、今回のも嬉しい相棒らしくなってる。ナミさんをせるのは共感したけど、脱がしたのは許さん。10万ベリー払えよてめえ。エルバフがプラスチックやらなんやらを使える想像以上にくっそ高度な技術があるプラス、現地民族第1号がまさかの大船団の一員。前者は多分巨人族と巨大な王国の技術のなんやらって感じで曖昧に開示される程度かなと思う反面、後者は大船団が起こす一大事件とエルバフ編がスムーズにつながると解釈してよろしいか。おだっちワクワクしてきたぞ。そりゃ巨人族って種族上、船長は納得しても、船員の中にはチビ人間の傘下になるのに納得いかないやつもいるわな。サニーごとさらえる鳥がいるの恐ろしいな。ちょっと、ギアフォース、レギアフォースの欠点体と覇気の消耗を克服したけど、もうバウンドマンとかスネークマンは使われんくなるのかな。そもそもギアフォース開発したのって大きくなるフィジカル強化とゴムと武装の防御面強化だから、攻撃に転用する意味あんまりないんだよね。これからはちょっとギアフォース使いつつ、困ったら切り札のギアフィフスで片付ける戦闘方式が主流かな。ギアフォースで様子見て、どうしてもって時は覚醒でフィフスじゃない。デフフ笑いでこいついにしえのオタクだって気づいてから爆笑しながら読み進めてたんだけど、共感性周知出るやついたのか、よっぽどオタク仕草が身についてるんだな。ロードのエヴァ以前のオタクっぽさ。巨人族は寿命が一般人類の3倍長いから、リアル人類がとっくに通過した振る舞いが未だ温存されてるのかもしれない。部下が4コート幹部さらって脱がして着せ替えて、お人形ごっこしてましたとか切腹もんだろ。そういや、いんのかなあいつら部下一人残ってるけど。正直あいつムカつく。のこまのなみたそかわいいでござるな。でふふ。飼われてる人間が逃げたがってたし、やっぱ偽太陽神ロードに新太陽神ミカが天柱下して人民を解放する構図になったな。天柱食らわしたのはどちらかというとナミでは。こいつナミさんの裸見てるのかってなる。今日からワンピ、カテで古のオタク構文が流行るかもしれない。推しが尊いでござる。でふふ。やだ。新居兵の中でも服装が洋装、スーツ系、でバイキングっぽくない留置場勝手に箱庭改造、剣道から長年やってそう、侍区長はどこで影響を受けたのか、ルフィとかでも忍者は知ってる。なんだこいつ。新居兵海賊団のロードがここまで出番もらえたということは、俺の愛しのゲルスタソが出番あるのほぼ確定か。デフフ。波にねちっこい性欲向けてるのさすがにきつい。ここから株上がる可能性もなくはないけど第一印象最悪だわな。雷蔵とか忍とかバンダー鉄拳みたいなずらしすぎ系なキャラの匂いがするな。ここのコマで今の場所はエルバフだってほぼ確定なんじゃないですかね。でふふ。巨人族用の留置場個人的趣味のためにここまで改造した男オタク極めてるな。用の全力ファンボーイバルトロメオとねっちょり中にナードなロード、
変なオタクに好かれるな一味。ここまで皆様の反応をたっぷりお届けしました。皆様の感想もコメントで教えてね。また次の動画でお会いしましょう。